皆さんこんにちは。中高年ランナーの友ホラオでございます。ご覧いただきましてありがとうございます。元気に走ってらっしゃいますか？今回のテーマ面白いですよ。中高年ランナーの方におすすめのフォーム改善になって、そして筋トレにもなって、また超効率的、あんまり時間もかからないという素晴らしいトレーニングのご紹介でございます。といったところで、ほらそんなのあんのかみたいな感じでですね、今思われた方も大変多くいらっしゃると思うんですが、あるんでございますよ。先に結論から申し上げますと、そのトレーニングとはスキップトレーニングでございます。スキップトレーニングでございます。なんだスキップかというふうに思われた方、少々お待ちください。私に時間をください。私が心よりこれをお勧めするといったところを、今から渾身の力でご説明させていただきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧いただければ幸いでございます。といったところで、こちらのスキップトレーニング、スキップなんですけども、幼い頃の記憶を紐解きますと、幼稚園でお遊戯のところでこのスキップってやった覚えがあるんですよ。スキップ楽しいなっていう感じでございますよね。ところが我々中高年ランナーにとっては、そのお遊戯であったスキップも立派なトレーニングになるわけでございますよ。でまたこちらのスキップについてはご存知の方も非常に多いと思うんですけども、アスリートの方とかもこのスキップいろいろバリエーションがあるんですけども、そういったところを取り込まれてやっていらっしゃるわけでございますよ。という非常に素晴らしいものなんでございますよ。で私もこのスキップといったところは非常に大好きでございまして、ずっとやっておりまして、ランニングする時に必ずウォーミングアップの時とクールダウンの時にやっておりまして、それによって走る前に刺激を入れたりとか、もしくは体をリラックスさせるみたいな感じの目的で軽くやっているんですけども、私ちょっと思うところがございまして、中高年になったところでいろんな筋トレも交えてやりたいみたいな感じのところが、すごくそういった気持ちが芽生えてきてるわけなんでございますよ。どうしてもやっぱり加齢とともに少し筋力って衰えてくるじゃないですか。そこのところをなんかこんなことの他にもうまく楽しみながら筋トレになるようなことないかなと思った時に、はたとこのスキップもトレーニングとしてバンバンやればすごくいいんじゃなかろうかと思いましたら、ビンゴだったわけでございますよ。それで皆さんに今回お勧めしたいわけでございます。といったところで、ちょっと気合が入りまくってる分、ちょっといろいろ話しちゃってすいませんでした。じゃあもうどういうふうにそのスキップやるんだと承知いたしました。今からやらせていただきます。そのスキップトレーニングはスキップをするだけですすいません、申し訳ないです。といったところで、ただ一つ留意していただきたいのは、スキップでございますから、軽快な感じでやろうと、ここが一番私大事にしておるところなんでございますよ。早速それで行ってみましょう。軽快なイメージです。軽快な感じ、こうです。ランラランララン60過ぎの親父が何やってるんでしょうね。ランラランこんな感じでやるわけでございます。で思わしくない例は反対の軽快ではない、ちょっと重めのスキップということになりますので、こういう風なスキップはあまり良くない。行ってみましょう。ランラランランラランラランラン、すいません、ほとんどスキップになってなかったですね。といったところで、やはりその軽快な感じでやるとリズミカルになるじゃないですか。そういったところが全てにもういろんな素晴らしい効果を生むわけでございますよ。ということで、今スキップをちょこっとやったわけでございますけれど、スキップトレーニングとしてやりたいわけじゃないですか。といったところ、その時にはまずは騙されたと思って1分やってみてください。1分で結構効きます。といったところで、今から1分やってみます行ってみますよ。じゃあ行ってきます。1分でございます。といったところで、今1分スキップやったんですけど、この状況ですよ。この息の上がり方です。で結構立ててるんですよ。このくらい効きます。でこの効き目が私思うに3つすっごいでかいのがあるんですよ。そこのところはもう皆さんも大いに気に入っていただける3つの部分で、まずはですね、裏ももにすんごい効くんですよ。これもう私ちょっともうこのスキップのこの裏ももへの効き方半端じゃないですよね。でもその代わり裏ももに効くような感じでスキップしたいわけでございますよ。ですからこんなしゃがんだような感じでやるのではなくて、
トーン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 っていう風な感じでやると裏ももバンバンきますよ。ちょっと言ってみます。トーン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 パッタッ、もうガンガン裏ももにきます。これはとってもいいことだと思いませんか。素晴らしいですよね。で次2番目のところは足の入れ替えを素早くしなければならないというところなんですよ。スキップってダラン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 って、これだとスキップっぽくないじゃないですか。よりスキップっぽく見えるためにはタンタタンタタンタタン、ここのところはここのトゥットゥットゥッみたいなこの入れ替えがこの軽快な感じを生むわけじゃないですか。これも非常にランニングのところで大事なところって言われてるじゃないですか。それがこのスキップをやることによっておのずと身につくわけでございますよ。ですからフォーム改善のところで非常にいいわけなんですよ。もう私これはもう信じて疑わないところでございまして、といったところでそれを意識して足の入れ替えターンターンターンでやってみます。入れ替え入れ替え入れ替え、いやいやいやほんないいでしょ。これがいわゆるシザースという呼ばれるやつでございますよね。ターンターンターン、もうこれはフォーム改善には本当バッチリだと思うんですよね。といったところでこの2番目もとってもいいポイントでしょ。でまたこの足の入れ替えのところでまたもう一つ付随的に大事なのがリズムですよね。ターン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 、このリズムがその動きを生み出してくれるわけじゃないですか。ターン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 、あよいしょ、あどっからやったこんな感じでとってもいいわけでございます。で今度3番目です。今までのこの2つ裏もものところバンバン効かせていこう、そして足の入れ替えタンタンタンという感じでやる。その結果生まれてくるのが体のバネですよね。結局スキップって普通にこうスロージョグやってる時よりも体のバネ感がすごくあるじゃないですか。タンタンタン、これですよね。これが私ども中高年ランナーがかなり欲しているものでございますよね。そうですよね。ということでこの体のバネのところがだんだんうまく使えるようになってくると。例えばその場飛びのところでタンタンタン、これももう体全体でちょっとバネになったような感じで下半身上半身通じてっていう感じでやれるじゃないですか。でその時にお尻とか裏もものところにちょっと感じながらタンタンいくような感じなんですけど、そこのところをそのよりダイナミックな動きで示してくれてるのがスキップだと思いませんか。言ってみますよ。タン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 、よりバネを効かそう、トーントーントーン、いかがでしょうか。こんな感じで今こうやって息がぜいぜい上がってるじゃないですか。心肺もあっという間に鍛えられますし、今の3つのような感じで最高ですよね。でさらにはプラスアルファの部分としてこのスキップをやってると自然と腕振り結構大きくいきますよね。パンパン、これも非常に大事なことですよね。で腕振りがパンパンパンとリズミカルに大きく触れてきて、しかもこの上半身と下半身の動きの連動、いや連動という言葉よりは上半身と下半身のシンクロですよね。このシンクロした感じ、パン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 、これがとってもいいわけでございますよ。といったところで今度は腕振りをちらっと意識してやってみます。腕振り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 、こんな感じでございましてですね、もうこの腕振りをちゃんとおおらかにやろうということによって上半身下半身のシンクロ、それによってさらにいい感じになってくる。で私的にはあまり細かく分かってないんですけど、それによって骨盤とか股関節の動きとかもすごくこれでいい感じで動いてくれてるような感じがするわけでございますよ。でちょっと補足なんですけども、このスキップをやるときに足でこう蹴ろうという風な動きはされない方がいいと思います。これはもうランニングと一緒でございまして、どちらかというと2番目のところで私が先ほど申し上げましたような足の入れ替えという風なところでパッ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 入れ替える、ここのところの意識でやられるのがとってもいいかという風に思います。蹴らないようにしましょう。でさらにはとどめとして私が最も大事にしております楽しいという言葉でございますよ。
もうスキップ問答無用で楽しいわけでございますよ。やはり幼稚園の頃のお遊戯から来てますんでね、その頃のものがカーンと植え付けられてますんで、スキップやってるだけで幸せという風なところで、すっげえ楽しいな感じになるわけでございます。でもこれ一番大事なことだと思いません？なんか私のモットーとして、ちょっとしかめ面でうわーとかってやるのは苦手だなみたいなところがあるんでございますよ。またちょっとそういう風に入れ込んでやったりすると、少し怪我をしやすくなるみたいな感じが自分でございまして、その笑顔で楽しんでやれてる間はなんか大丈夫なんじゃないかなみたいなところがあるわけでございます。といったところで、こちらは体にもとってもいいですし、心の部分でもとってもハッピーなトレーニングであると言えると思います。で、具体的に普段のランニングの時にどう取り入れるかというところなんですけども、やはりおすすめとしては、まずはそのちゃんとしたトレーニングを始められる前の部分で、このスキップトレーニングをたまに入れてみられるのがとてもいいんじゃないかというふうに思うわけなんでございます。それはなぜかというと、このスキップトレーニングをやることによって、先ほどのその足の入れ替えの部分とかがもう結構いい感じでいくじゃないですか。しかもまたこの大事な裏もも、お尻のところもそうですけど、ここの裏もものところがビン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 と効いてますんで、その余韻を感じながら普通のジョギングとかペース走とかに入っていただけると、わあ効いとる効いとる、裏ももで走れてるさ、すごくそこを感じていただけると思うんですよ。そういう風な取り入れ方がとってもいいんじゃないかなというふうに思います。といったところでちょこっとではあるんですけども、本当そのスキップをやった後、少し走り出してみますんで行ってみます。スキップ、まず走り始める。よし、やっぱ裏ももに来るんですよ。裏ももに来まくってます。いや、素晴らしい。これなんですよね。といったところで、いやもう息が上がっちゃってますね。といったところで、こちらのスキップトレーニングの素晴らしいところをぶわーっと申し上げたんですけども、ただし1点だけこちらの方は大きなご注意点がございます。それはやはりスキップといったところはタン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 とやるんで、結構接地時の衝撃が大きいということでございますよね。といったところで、今日私もこちらの芝生のところ、もしくは土のところでやることが多いです。ただしもちろんアスファルトのところでスキップをやることも結構ございまして、でもそういう時にはやはり少しこういったところでやる時よりは軽めな感じでソフトな感じでやろうという風なところを留意しております。そこのところは皆さんぜひお気をつけくださいませ。また皆様の中で普段スキップをあまりやられてない方とかは、例えばこの動画ご覧になられて、よしじゃあ俺もやるぞみたいな感じでパンパンパンってやって、あらーみたいな感じで軽く痛められちゃったりするととってもまずいので、まずは軽めのところからお試しくださいませ。もう本当もうちょっと浮いてるかどうかぐらいのスキップで全然結構だと思います。そこのところから行きましょう。例えばこんな感じでございます。ソフトなスキップ、ソフトなスキップ、ソフトなんですけども軽快な感じでソフトなスキップ。そうなるとちょっと小股の方だとソフトにできますよね。こんな感じでございます。それで慣れてきたらもう少しトン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 。またこれ激しくやろうと思ってもやれるんですよね。おっしゃ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 。といったところで皆さんまずは緩いところからいろいろお試しされるのがいいかと思います。でもとにかく1分ぐらいまずはやってみてください。もうすぐこういう風に前半して出来上がります。でまたこちらのスキップトレーニングはもう一ついいところがございまして、それは室内でもできるという風なところでございます。今日はちょっと外でやる時間ないなとか、タイミングが合わないなとか、そういった時にはもう家の中でその場スキップでございます。トン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 。もうこれでも十分いけると思いますよ。きますきます、とってもきます。よししょよししょよししょ、とってもいいです。ただし結構ドンドンという音が出ないように、その騒音にならないようにといったところは十分お気をつけくださいませ。といったところで以上が内容でございました。楽しんでいただけましたでしょうか。なかなか楽しかったな、もしくは少し参考になったかもと、今度ちょっとやってみようかなというふうに思われた方の中でまだの方がいらっしゃいましたら、もしよろしければぜひチャンネル登録いただければ大変幸いでございます。またいいね
も絶賛お待ちしております。では最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。中高年ランナーの友ボラオがお届けいたしました。といったところで、このスキップトレーニングはその冒頭申し上げましたようにちょっとその刺激を入れるっていう風な意味合いもいいんですけども、今回のように少しまとまった時間1分もしくは例えば5分ぐらいやったりするとかなりクタクタになると思います。そのくらいの素晴らしいトレーニングであると思いますし、また先ほど内容の中で申し上げましたようにフォームの改善にもとても役立つと思いますし、また筋トレにもなると。で何より楽しいといったところでもう言うことないです。我々中高年ランナーにとってはもう素晴らしいトレーニングなんじゃなかろうかと思います。でこちらの方につきましては、私のこのスキップのもう一つの大きなこの楽しみながらトレーニングの柱としてバック走があるんですけども、バック走ですから、私にとってこのバック走とスキップはセットなんでございます。で役どころとしてはですね、私ちょこちょこ使い分けておりまして、バック走の方は非常にスローなスピード、もう要はスロージョグ以下のスピードでございますからね、歩くに近いスピードでやりますので、非常にソフトな感じでライトな感じで鍛えられるわけでございますよ。それに対してこのスキップといったところはタンタタンタタンタタンみたいな感じでございますから、なかなか効きがより強くなってくるわけでございますよ。つまりその分負荷も結構強いといったようなところで、もう結構ガンガン効くといったところがございます。でこちらのスキップトレーニングにつきましては、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、非常に細分化されておりまして、さらにトレーニングにガンガン特化したようなスキップもあるわけでございますよ。こちらの方も私いろんな動画とか情報を見ながら勉強しておりまして、非常に参考になる部分が大きいんでございますよ。こちらの方もぜひまた別途の機会でそういったところについて取りまとめた動画をお届けできればと思いますので、その時にはぜひご覧いただければ大変幸いでございます。といったところでお互い楽しくスキップトレーニングしていきましょう。では私またこれから少しスキップトレーニングしたいと思います。できればそうですね、今日はあと5分ぐらいちょっとやってみたいですね。その後ジョグやってみたいな感じでございますからね。といったところで、ではまたお会いしましょう。さようなら。